はい、柳田さんお疲れ様です。先週は競馬場からということでしたが、今週はまたいつもの、汚い部屋で来て。いつものこの、住み慣れた部屋の方で。先週ですね、予想の方がズバリということでしたけれど、どうですか？なんか本当に対抗黒本命でしたっけ？黒本命対抗でしたけどね。終わったことだけど。パタマが木村厩舎のサンダーストラック、2着がサンドムーブ、3着がアルトラムスということでした。サンダーストラックがちょっと人気がなさすぎたんじゃないかなっていう印象です。俺1、2番人気だと思って、ワード本命しなかった3番手したってだけなんだけど、逆に言うと、驚いたよ。俺最初買った時25、6番あったから。あ、本当ですか？別に。一応いつも柳さんが外枠が不利なのかどうかっていう、そういう結論が京都は関係ないんじゃないですね、サンドムーブ。直線分、もうずっと内外に広がるから。アルトラムスとかが、私はちょっと本命で結局、外れはしましたけど、どうですか？3着の岩田の。リースラボニータ？はい、そうです。よく来たんじゃない？よく来たんじゃない？どうでここからクラシックっていう風に見ると。いや、勝ったやつは、やっぱり NHK に行くんだろうと思うけど、もう上位形成するんじゃないの？普通に。あんだけ道中かかり気味で怒らしていってて、姉妹ちゃんと来るから、みんなが思ってる以上に、人気以上にちょっと走るよ。一番人気でしたモノポリオですけれど、これはどうですか、評価的には。印つけなかったんだけど、今のところあんなもんったら、性格まだ子供すぎるよ。どこ行ったって同じだもん、仕草が。まだまだ。で、いずれは1000人になるレベルの馬だから、前よりでも長いなと思ってる馬で、それで、性格がまだまだガキッチョだから、しばらくは苦労するんじゃないかなっていう気がしてるけど、一本調子でわーって言って花取って割ってんだったら価値はあるけどね。でもいずれは1000人になるんじゃないの？そういう馬ですかね。リアルスティールのスプリント路線だと思う。サンダーストラック。ちょっと今後も注目の一頭ですね。はい。今週はですね、京成杯行きましょうか。どうですか、メンバーを見てですね。京成杯はもうね、ようやく少しずつ、ダノンデザイルが一昨年勝って、その前ソールオリエンスか。あんまり評価されないっていうか、どうしてもこの冬場の時期って使わないっていうのがもう定石だったから、言葉悪いけど、秋す狙いの馬たちっていうところが来るんだよね。強いのは、クラシックには強いのはどうしても次の東京からだからね。そういうところもあったけど、若干ここにシフトチェンジしてくる馬もいるかなっていうところでね、ここを使って、さつきまで一本で行くか、一回叩くのかっていうローテーションも結構それ視野にみんな入れてきてるところがあるんで、っていうところがあるんだけれどね。京成杯は、正直、ひょっとしたら隠れてる馬は何頭かはいるけどな、クラシック戦線でも、有力候補に上がるような馬が何頭か出てくるかもしれないなっていう。全頭いきますかね、ちょっと。ある程度。やってみましょうか。ある程度。まず、アクセス。奇跡の子。はい。初戦が結構派手な勝ち方だったかなと。ドスローで直線だけの競馬だから、これ評価はちょっと、で、若干、レースプリ見てたら相手関係がいまいちだったって気もするんだけど、だから俺、奇跡の子ね、生まれて何頭か東西見てる、この今の明け三代組も何頭か見てるけど、みんなまとまりがいいんだよね。で、これはね、やっぱいい馬だと思うよ。まだ大物感っていう感触はないけれど、全然クラシックに乗ってきて OK なレベルにはあるね。この間スローでスタートがジャンプするような形で、そこから後ろでドスローで追い上げていくんだけど、
別にその追い上げるとこもペース上がってないし、レースの中身としては非常に平凡だったんでね、なんとも言えないんだけど、さっき言ってる器はまあ十分にクラシック路線に乗れる。ただ競馬の形が今回できるかどうか、スタートじゃ後方からになっちゃうし、中山やっぱり今、先週もそうだけど、内々早めに取っとかないと、ちょっと回してたんじゃ無理。というところで、このアクセスに競馬の形ができるかどうかっていうのは、相手関係云々よりもそっちの方が、課題にして残る。だけれど、一つね、もしいいことがあるとすると、意外と流れるんだよ。で、中山の去年の西山さんの勝ったレースなんかもそうだけど、中山の2000メートル、ちょっと前半から流れたら追い込みで、ズブズブになっちゃって追い込みで決まっちゃうケースが多々あるんでね、上がりが35、去年勝った西野エージェントは上がりが36.8っていう、こんなズブズブの競馬だから、それがないとは言わない。今、馬場が良くてもズブズブになっての36秒ぐらいの上がりの競馬っていうのは、これは可能性があるのかなっていう気もしないでもない。ソウルオリエンスが 35.4 だからね。で、ダノンデザイルが 34.8 で出てるから、まあ、それ今回メンバー見ると34、馬場が良くてもおそらく35秒前後。5秒台真ん中ぐらいでもおかしくはないなと流れ次第ではと思ってるんで。そうなった時には後ろから出るドンがあるんで、前が全部バテちゃうから。で、打ちついたやつはバテた馬をかわせずというところで外だけが決まるよっていうのも競馬には中山競馬よくあるケース。だから何とも言わない。けれど、淡々とした流れだと競馬の位置取りは非常に難しい馬です。今のところは。が、そんな感じだね。続きまして、圧巻。この間、長期勝負だね。どうだったの？いや、俺は馬団取ったんだよな、なんか話したんだけど。まあ、確かに恵まれたな。スローの大池が1頭いて、10馬身ぐらい後ろがポツンとついて、さらにドスローで後ろが離れてたから、まあ、直後にここ行くんだ、なんて言ってたけど。まあ、調教家とは非常にいいね。好きなく作ってくれたんじゃないの？馬はもうワンペース型で、特にそんなに味があるというタイプじゃないから、バテ合いこそ本回だろうかな。バテ合いをしのぎ切ってしまうっていうのが、多分この馬の技、ストロングポイントだと思うけど。なんか位置もちゃんと取れそうな感じですよね。まあでも出がね、そこまでね、抜けて速いってわけじゃないんだよね。今まで特にこんな速い競馬を経験してないだけで、遅い中で前に行ってたっていうだけだから、差し比べだと、まあほぼないだろうなっていうところは。本当に2、3番手をそのまま粘り通して、前の馬がバテるのか、後ろが伸びないのかっていうところで上位っていうレベルだけど、正直、普通の競馬じゃなかなか重賞まで、あとまだワンパンチ足んないっていうのが今のところですか。続きまして、アメティストス。アメティストスな、この間、途中で、なんか、もう、ジョッキーが、違和感を感じたんだけど、回収馬の時から違和感があったとかなんとかっぽかった。で、先週は津村が乗っかって調教、最新さ。あんまり動き良くなかったな。で、今週販路でやって、今週はわからんけど、長期の V 見るとまあ悪くはなかったけど、これもね、瞬発力ってタイプじゃないんだけどな。さっき始まる時に、ひょっとしたら大物がいるかも、影潜んでるかもわからないっていう、まあ何と言えるかもわかんないけど、それが、まあ、ハリコの虎だったら、大したことないというふうに分かっちゃえば、アメティストスとか圧巻ぐらいでも全然間に合っちゃうところはあるんだけど、ここがちゃんとしたメンバーが仕事をいますよっていうところだったら、まず足んないけどね、上位は。だから、どっちなんだっていう話になるだろうけど、まあ、厳しいと思う。結論からいけば。エリピティックカーブ。俺嫌いじゃないんだよ、これ北海道から見せて。これはどういうふうに考えるかわからんけど、まず、崩れないって言い方おかしいか、まあ真ん中ぐらいには走ってそこそこ来ると思うんだけど、ガートにそのうち一回行ってくれればなという
今のところそういう、そんな感じですか。俺は感触は持ってる。芝生の普通の、まあ、今このメンバーだったら、ちゃんとしたメンバーだったら59秒切るか切んないか、今の馬場なら1分59秒切るか切んないか。まあ2分台だったら勝負になるけれどっていうところだと思う。ちょっとね、個人的にレイデオの子なんだけれど、ダートにもしだよ、そのうち、矛先が行くような時になれば、ちょっと馬券はその時まで、嫌いじゃないけど、まあそこまではちょっと待っとく。はい、じゃあグリーンエナジ文句なしだな。さっき言った大物っていうか、この馬、かなっていう気もする。この馬はそのうちの一頭だなって気はするけどね。まず、懸念はやっぱり、まだ気性が若いから、一生懸命走ってしまうっていうところがあるんで、スタートから上手だから。だからその辺で、前へ行きたがるんで、ハイペースだと、そこに巻き込まれて、自らも身を投じて、それを押しのけて勝てるかどうかっていうのは、なんとも言えないけど、走り方、だから馬もそうだし、上位レベルにはあるね。クラシック戦線で優に乗れる底力、素材は持ってると思う。非常に長距過程いいね。この間がプラス10キロぐらいだったっけ？そうだな。確かね、デビューの時にはね、おそらく夏場、俺行く前に稽古を見てて、北海道で競馬見た時にパドック見てガリガリだなと思ってたんだよ。470キロで細いなと思ってたんだけど、480キロ台かな。で、この間が490で、もうちょっと増えてもいいかなっていう感触はあった。いいね。理想。素晴らしい馬。今回も増えてる感じですかね。いや、体つきはね、太いとかそんな一切なくて、そんなでかくなったっていう感触はねえんだけど、まあ、どうだろう、500ぐらいはあんのかな。そんなに見てたバランスが崩れてないから、まだ太いとか細いとかっていうのはないと思う。レベルは相当あるし。これは聞いてないけど、戸崎ジョッキーがこっちに乗ってきたっていうのは、個人的には俺もこっちを選ぶんだ。その、ポルフェルドなんたら読めねえ、二度と読めねえの。まあこれも乗っかってて先に頼まれて、今いろんな絡みがあるんだろうけど、グリーンエナジー、富士牧場な。まあ今日も良かったですもんね、これ見てて。相当レベルがあるなっていうところはある。能力を出し切れるかどうか、これはもう性格の問題だけだから、出し切れれば結果はある程度出るんじゃないところか。はい、じゃあ将軍正宗。これね、競馬見て、それからもう一回見直してみたんだけど、これもスワーブだけど、グリーンエナジーよりも若干硬さっていうかな、まだ体のラインが出来上がってないけど、悪くないよ。これあたりは穴場として十分に戦えるレベルになると思うね。全然おかしくない。まあ、仕上がり方が全然わかんないんだけど、そうだな。イメージオープンまでは行っておかしくないレベルにはあるとは思う。馬券買う人は3年に紐で抑えていってもいいレベルかもわかんない。続きまして、ジーネキング。ジーネはずっと見てきて、初めて納得するようになってきた。あんまりよく見えなかったですかね。いや、なんもなかったんだよ。今まで。本当なんもなかった。普通だったんだけど、ようやく馬幅が出てきたし、北海道の時よりは馬っぽくなってきたし、正直ね、まあ2歳ステーク、札幌2歳はこれは運が良かっただけなんだけど、流れがうまく噛み合っちゃって、ドスローで、うちらちでっていう、もうホープフル見ちゃうとっていうところで、なったけど、まだ競馬そのものが甘いところはあるけれどね、だな重賞戦線で戦っていけるかどうかってのはかなり、まだ今のところはひ弱っていうか、信用できないけど、俺が思っている以上、まあ全然もう、最初はもう論外で用なしだと思ってたけど、ちょっと少し注目するようになってきた。随分前、ここに来て動きも馬も良くなったなっていう感じは持ってるんでね。ツボにはまれば
競馬をできた時にはどんなもんなのか。あながち馬鹿にはしないけど、まあちょっとまだ馬券は抑えるってとこまでいかないかな。まあ、馬券はちょっと今回は、まだね。ステラスペース。まあ中一だけどここ使うっていうことで来て、まあ順調に来てるよ。まあ前々回ハボタンの時には、まあ、バンテのルミエールからブイブイ疲れて、まあその後、年始で使った時には絶対に勝負になるっていうところで、まあ、ゆるい馬場も、あの時 B コースだったかだからもうそれもあって B コースだったから、それも俺は味方したと思うんだけど、やっぱ形が今のところ限られちゃうか。ああいうふうに、やっぱり、遅くなくても平均ペースで行ってっていう粘り通すっていう形に取らざるを得ないだろうから、だもんで、今回はその位置があるかないか、控えてさせるかどうかって言ったら、差し足はちょっといまいちないもんな。粘り通すっていうのが武器だから今のところは。これが差しに回しても足を使える感触は今はない。逃げますかね？逃げなくても前にはいる。だから、逃げたいかもしれない。けどハイペースに自分の流れではしたいんだけど、あんまりつつかれて、やっぱり2走前のイメージがちょっと残ってると。あのくらいのペースになっちゃうともうドボンだろうけど、どんなペースになるのか。俺は結構速くなると思ってんだよ、今回。かかりそうなのはなんとかいるから。そう、それでね。結構前が厳しくなるなっていうところが気はしてるんだ。偶然で決まるんだよ、この競馬。まあ、ステラスペースはまあ自分の競馬次第、なかなかポジション厳しいなという気はする。ソラネルマン。これは、クラシック乗るね。間違いなく。これはもう言うことない。馬も、素晴らしいし、調教見たって、もう重心、ちゃんと、ゴーサインで気合い入れたら、ちゃんと重心下がって、軸しっかりしてるし、欠点ないよ、このフィエルマンは。文句なし。だからあとは、競馬の形がどんな風な形なのか。スタート上手だから、前に行っちゃうんだろうけど、まあ、ルメールだからハイペースに見落とすってことはないと思うけどね。馬群に入っても、全然この馬に関しては俺全く心配してないんだ。あんまり後ろに行ってほしくないなっていう、そこだけかな。一番この中ではレベルがあるし、体勢もいいしな。かなりチャンスは大だと思う。将来性取るのグリーン、今前に言ったグリーンエナジーか、このソラネルマンというところは、ひょっとしたらそのクラシックでも上位の評価を得られるレベルにはあるな、この2頭は。はい、タイダルロック。タイダルロックは、具合は悪そうじゃねえけどな、今日も最後にやって、対象は良さげだけど、どうなんだろうな。なんかワンパンチ、ツーパンチ足りなそうな気がしないでもないけど、まあこの間は終えずに終わっちゃったから、止めないけどな。そこまで距離が持つモーリス。まあマイラーとは言わないけど、コテコテのマイラーの形じゃないけど、今のところあんまり評価っていうか、気にしてないんだけど、エクレア。でもね、シンパティックってパワフルタイプだから、モーリスのね、パワフルタイプだから、バテ合い、さっき言ったようにもうバテ合いになった場合には権利が出てくるんじゃない？馬力はありそうですもんね。体調は非常に良さそうでした。以上。はい。パラディオン。まあ、特に上品なレイディオロだな、だけだな。あんま見てた、ちょっと見直してもそんなに、あんまり興味が湧かなかった。以上。はい。ブラックハヤテ。ブラックハヤテ元気いっぱいだ。元気いっぱいですね。元気いっぱい。まあ、いっぱいいっぱいだな。この間よく走ってるよ。外回しといて。今回も同じ形になって、相変わらずパドックでうるせえんだろうな。もうずっとそうだから。まあ、同じところになっても、着順はもうちょっと悪くなり、当然重症だから。
はい。ポッドクロス。ポッドクラスも一戦ごとによくはなってるけどね。よくはなってるっていうか、普通に成長してきてるような気はする。まあ、ガチンコじゃ足んない。うん。時計が多くかかるとか、なんとか、なんかないと後押しがないと。ちょっと現状は厳しいかなという感じですね。はい。ポルフィロゲネトス。よく走ってる。これでは先ほど言った戸崎族が選択肢あって、まあ、今回は横山調教は派手に動くからね、結構みんな気に入ってる人が多いんじゃない？そうですね。まあ見てて、やっぱり気には、おってやっぱり見ますもんね、この馬と。よく走ってるなと思ったんだ、俺。正直。そうですか。バッサラの前足開きっぱなしで。そうなんです。ちょっとね、変な。だから、いや、足も上がってんのかなっていう違和感があるんだけど、あんだけ開いてると、で、この間バカにしてて、こんなんで来るわけねえじゃんなんて思ってたら、結構厳しいポジションで不利あったんだけど、で、坂上がってからブレーキをエンジン入れてら伸びたんだよ。あれあそこで伸びるのかいっていうふうに思ったのが正直。へえと思って。あんだけバッサラ走るんじゃ、どう見たってな、早い上がりを使うってことはまあないから、まあないわ。下手すりゃ、ダートの走り方だもんな。東京のイメージやっぱりないですよね。やっぱり中山で、だから本当に上手な走り方ができる馬これがだよ。だったら相当なレベルなのかもしれないね。これ、欠点って言ったらかわいそうか。失礼か。欠点なのかもしれない。あんまりこういう風なバッサラで、前足広げて走るような馬っていうのは、体勢。これは治んないですかね。はい。じゃあずっとこの馬ですね、じゃあ。だからこれはそういう馬で体勢した馬は俺はちょっと記憶にない。体勢っていうのは名を残すような馬で。まあ、G3 の重賞ぐらいだったら能力あれば、本当に底力の能力あって、だったらまあ、驚けしないけど、あんまり、調教はド派手で動くから、まあ興味がある人も結構いるんじゃない？これはあんまり興味ない。続きまして、マテンローゲール。これね、今回は置いといて、ちょっと春からまた夏とかなんとかにはどうなってるのか。いい馬なんだ。馬だけど、体があまりにもそのシルエットが出来上がってなさすぎるから、どっちに転ぶかっていうのは、ちゃんと気候が抜けてきて、背中がビシッとして、腰がバシッとなるのか、それともそのままだらっと平行になって大きくなっちゃうのか。この馬はね、馬としての個人的な興味が湧く。いい馬だなと最初から思ってたんだよ。だけど、ほとんど3戦目までに、変わったような感触がないんだけど、絶対にそのうち良くなるなっていうイメージはあるんで、まだ幼すぎるから。だからこの馬に関しては、常にね、俺の自分的にもし馬券を買うんだったら、このレース買うとすれば、マテンローゲールっていうのは必ず抑えるのよ。印はつくかつかないかはね、置いといて、この馬に関しては。もうそういうふうに決めてる。舞台設ってやっぱり2000前後ぐらいの、そういう距離は全然 OK。まだ長くても全然 OK。全然 OK。だからこの馬は、まあ、当日、じっくり見てみたい一頭にはいる。馬券には来ないんじゃないかなっていうふうには思うけれど。今後はちょっと伸びしろがってことですね。どういう変化してるのか。このエピアラインはいいなぁと思って見てたんだよ。ところでね、1000メートルが51分ぐらい、今、両側雨降らない予報で、両側だと、59半から1分ぐらいの流れ、1分00秒、1分1秒を切るぐらいの流れ、平均だよね。で、競馬だったら、ソラネルマン、グリーンエナジー、2頭は相当
言うと思うよ。直う線。ん。振りがみんなないとしてね、全部振りがなしで走ってくれれば、ポジションも取るし。でね、グリーンエナジーの場合は、相当強いかもわからないけど、気象的にまだ心配なところは多少残ってる。ソラネルマンの方が、今のところは性格的には安心かなっていうところで、本当はグリーンエナジー本命したかったけど、ソラネルマンにしようかなっていう気がしてる。まあ、最初この2頭だ。で、関西馬の、それで関西馬で、将軍アクセスの順だろうん。摩天楼。摩天楼ですね。あと関東馬はね、なし。私。まあ、3連で抑えてもいいなっていうのさっき言った、なんかあって、なんか言ったよな。いなかったっけ、はいまあ、いねえか。いねえや。まあ、でも、形勢愛肩ご収まったって記憶いねえんだけどそよ。の去年の印象が僕はすごく強くて、でも振り返ると、でもデゾイルは俺本命だったんだよな。そうですよ、ダブルです。これは本でも命だったこれ5番んだけど人気なんですよね。だけど、その前ソウルオリエンスは多分やられてる。おにゃんこぽん。おにゃんこもやられてんじゃねえかな。グラティアズもな、結構当たってねえんだよ。おにゃんこがダノンで出るだけなんじゃねえかな、当たったの。っていう気がしてしょうがない。あと当たってねえや。多分ね、クラシックに一番近いのはソラネルマン、グリーンエナジーで、硬いとは思ってる。まあ、普通の流れで実力発揮したこの人。東京の1008だったらグリーンエナジーに1票だな。速い時計で走れるよ、この馬は。速い時計のがいい馬ではある。覚えててくれりゃいいや。上原厩舎すごいな。2歳馬はもう全部勝ってんじゃねえかってぐらい。勝ち上がり率高いですね。いや、もうすごいよな。さつきでもクラシックでも本命したいのが2頭3頭いるんだよ。すごいですね。場面が一切覚えられないけど、たくさん重賞で2着たくさんあるじゃん。まあ一番強いと思ってるのが、もう、剣に持ってる3頭も4頭もいるけど、剣に持ってないトースポワイで3着だって、それが俺が一番上だと思ってるけど、まあ、あそこの厩舎見てるだけで見たら、今日たまたま、馬出てくるときに、最後の合わせ馬のときに、試合で出てきてるちょっと、上田先生、ちょっと聞きたいことあるんだけど、何ですかって言うから、必ずあそこの馬ほとんどこれつけてるじゃん。ハミのところに。はい。これ前も言ったことあると思うけど、これはなんでつけてるってやっぱ保護のためだって言うんだけど、だいたい保護が8割9割なんだけど、あとは乗馬の時結構みんなつけるらしいんだけどね、それ、ハミって決まって形があって、まあ、きっちりはまってない、本当にわずか数ミリのズレがあるっていう馬に、それを矯正するために、それが必要なケースもあるっていうのは乗馬では聞いたことあるから、乗馬やる人間に。だから、普通、あそこの厩舎は8割ぐらいそれつけてくるから、普通のところはあんまりつけないで、たまにつけてくるときにはちょっとやっぱり切っちゃったんだよなとか、事後でやるけれど、前もってやってるっていうところで。それをちょっと確かめたくて聞いただけで、馬のことは全く聞いてないけど、馬のこと一回聞いたのは前あったけどな。あんまり馬のことは話は今のところはしないっていうかしてないけど。もうだから、この上原厩舎、今週、アンミカの名前に似てるなんだったっけタミカって言うだろ未勝利この間、新馬のから2、3ヶ月空いてるけど、あれはもう楽勝だな。どこ使うかわからんけど。いいよ。まあ一番人気になるんだろう。グリーンエナジーよりも、ちょっと落ちるレベルだよ。で、勝ちますね。普通に勝つわ。今の未勝利はもう除外たくさん出て、成績がいいのがなんとかバラって出てくるから、そんな被るってことはねえと思うけど、未勝利どこ使うかわかんないけど、あれダート使ってきたから通勤快速っていうのが、ようやくダート使ってきたから、これは配当的にも変えるか。いいよ、どっか。覚えてけいいや。お前、どこでもいいや。週末は、谷中チャンネル。競馬予想は、馬三郎。新馬、70頭ぐらい除外あるのかな、今週。コリ厩舎の源氏って3文字のなんか、それは、北三ブラックだ。これは馬ピカイチだな。走る。スケールある。人海斗ですか？そんなだった。人海斗。
5文字か、3文字かとかね。陣。馬は一級品だよ。一応、どんな馬かあれかわかんないけど。相当ないい馬だ。北三ブラックの中でも。飛び抜けていい。馬だけは飛び抜けていい馬だよ。北三ブラックの中でも。まあ、メンバー調べたんですけど、初戦は勝てそうですかね、もう見て。や大体。まあ2000なら、東京の2000なら勝てるけどなとは思ってる。ワイルドとちょっとやっぱりごちゃつきもありますし。ああ、うん。競馬はな、そういうのが大半だから。そうですね。だからスタートさえ出れば、真ん中ぐらいにいてくれれば負けることはねえわ、と思うようなレベルの馬。そんなに評判上がってねえんじゃねえか、意外と。長期やってるけど、合わせ馬で結構負けてたりそうです。あんまりしてたから、激しさがないそこまで、そう。だからいいんだけど、研究者3代で新馬なんか人気になるときは、競馬ブリブリ、動くやつですね先着しちゃってるやつ人気で、だからあれだけど、この馬はね、ずっと結構やってて見てて、馬だけは、ここの厩舎の中でも、同世代の中では、抜けて一番いいな。これはもう注目してた馬だから。勝手に俺がもう東京の2000だろうと勝手に思ってただけで、まあ、16でも関係ねえや。スキップで勝つわ。と思っています。まあ、でも馬券的には、配当的には通勤回答がダートのペナルティ使ってるっていうならこれ買うかもわからん。アンミカはいいや。どうせ人気だろうから。どっか使ってんだろうけど。まあ、今週はこんな感じでざっくりいっちゃった。はい。予想の方見たい方は、新聞、見なくていいよ。コンビニプリントをぜひお買い求めください。コンビニプリントはい。のが利益があるからよ。だけど。コンビニプリント。たくさん買っていただいているところもあるので、地域によっては。そっか。はい。じゃあ今日はこの辺で終わりにします。はい。どうもお疲れ様でした。いいっす。すみません。いただきます。以上。はい。今週もご視聴いただきありがとうございました。今回は京成杯の出走馬ジャッジでした。柳川さんといえば京成杯、ダービー馬になる前のダノンデサイドを見抜いていたり、もうその時5番人気だったと思うんですけれども、かっこいいなと思っていました。で、先週の新山記念は3連単で14万円オーバーの的中をさせるなど絶好調の柳川さんです。ぜひ出走馬ジャッジご覧ください。そしてそんな柳川さんの競馬予想とコラムが読めるのは競馬新聞馬三郎です。合わせて全国のコンビニのマルチコピー機でご購入ができる馬三郎コンビニプリントもよろしくお願いいたします。そして柳川さんに質問がある方はコメント欄へお願いいたします。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。